上の段がねこんな感じになって、で電子レンジの中には耐熱の滑り止めになってるから、こっち見てみると延長できます。デメリットっていうか、ちょっとここかなって思うところはやっぱはい、今回は新車で購入したキャンピングカーが納車から丸3年経ったので、改めてですね、使用感や使い方だったり仕様変更でね改造した場所や、実際にね起きたトラブル、それらを踏まえて、メリットデメリットなどキャンピングカーオーナーズレビューでの形式でお伝えしたいと思います。はい、それでは早速車内の方に入っていきたいと思います。はい、ということでね、今1回ですね、室内の方に入ってきました。なので、ここからですね、室内の方を紹介ねさせていただこうかなと思っております。はい。でまずはじめにですね、ここ今ママが座っているここなんですけども、僕らのねこのリビングスペースになります。そうですね。リビングスペース。一番ここにいる場所だね。そうだよね。うん。でうちの車は一応6人乗車。前に2人、セカンドシートに2人、ここにねここに2人、このサードシートに2人っていう形ですね。で後ろはシートベルト3点止めで、セカンドシートに限っては2点止めになるね。そうだからチャイルドシートをつけるんであればこっちだよね。こっち。そう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 。でうちのチャイルドシートも昔はここについてたよね。そうそう、こっちにね。今はもう必要なくなっちゃったけど。なくなっちゃった。そうで今ね僕が座っている場所なんですけども、ここになります。でこっちはですね補助シートになってて、運転中ね車が動いている時には座れない、シートベルトがないところになります。こういう感じだね。そうエントランス。これちなみにオプションとかじゃなくて最初からこれです。うん。こんな感じでですね、ママが座ってるところサードシート、今僕がいるところセカンドシートってことで、過去にうちの車に4か5人ぐらい入って喋ったことあるかな。ここに2人、ここに2人、そこに2人だったかな。かもしんない。だ6人ぐらい、うん、で話したみんなでねこうなんかワイワイねしたことあります。はい。意外といけるよね。いけるね。そう、うちの車自体が5メーターなんだよね。そう 4.99。そう 4.99 の幅がね2100あって、室内調はねもう少し当然少ないんですけども、全幅としては2100、うん、あるので意外とねこのスペースも距離があります。我が家はリビングご飯食べるときはこのスタイルだよね。そうですね。ご飯の時はこのスタイルだね。で大体今ね僕が座っているここの場所、ここに僕が座って、こっちにうーちゃんとママが座る。でご飯食べ終わるとママのところにうーちゃんが行くんだよね。そう、お片付けタイムだからね。そこでうーちゃんが大体ゴロゴロしてるっていうような感じで、意外とねこのスペースね伸び伸びして使えるしフル活用するよねうちは、とリビングは一応こんな感じ。はい。で、週のねメインテーブルとしてはこちらですね。これね最近実は新調いたしました。今回もですね H&G ファクトリー製のメインテーブルになります。ここのドリンクホルダーはスノーピークのステンレスマグが入るんだよね。そうそう。これ結構ね気に入ってて、缶クーラーも入るもんねそのまま。そう、缶クーラーもほら入るし、スノッピのこのマグねそうも入る。これ奥のねこっちのドリンクホルダー、これもね一応ついてるんです。ドリンクホルダーはこれはね入らないんですよ。以前はこれだったんだよね。この大きさ。だからいつもねその辺に置いてたんだよねコップを。そう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 。そうで今もねこのメインで使ってるこのタンブラーが入るようにこの大きさにしてもらいました。だからこれめっちゃ気に入ってる。なのでうちはね普段使う時はこのテーブルを使用しております。でこれよく見るとねここも滑り止めになってるんでね、これね耐熱の滑り止めになってるから取れるんだよね。そう熱い鍋とかは直接ここ置いても平気だよみたいなね。そう一応あれ引いちゃうけどね、鍋敷ね。鍋敷をあと滑んないからね。その辺はいいかもね。でこれがねメインテーブルでのご飯をね食べる時仕様なんですけども、我が家結構ね実はここお座敷にすることも多いです。そうだね、ご飯食べ終わった後だね。そうでお座敷にする時がこれを畳んで、こ
これちなみにねママでもできるレベルです。まあ重いは重いんだけどね。うん、これ今ねH&G ファクトリーさんのテーブルでやってるんですけど、標準のテーブルでもね同じ感じでテーブルセットします。ね、背もたれだね。そうでここでね登場するのが、これ実はね我が家作ったやつだよね。はい。いやオプションで頼めば作れるんだけど、まあ、そこはね節約ということでね自分たちで作りました。これなんかあれだよね、ホームセンターとかで板切ってもらってそれっぽいウレタンを楽天かなんかで買って。そうなんだよ。なんかオプションはわざわざ測んないといけないんだよね。そう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 。なんか物によってサイズがまたちょっとそう個体差があるから。そうそうでこんな感じでセットすることで、これねなんでこれを買ったか作ったかっていうと、このね背もたれここを一応外してはめるのが純正なんですよ。あ、そう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 。でもこれ外しちゃうと当然こういう風になっちゃって座る時に背もたれがないんだよね。うん、ない、不便なんだよね。そうだから片側せめてこっち側だけでも背もたれ残せれば、まあ、テレビとかね見る時とか、あとプロジェクターね使うんだけど、そういう時とかね便利だねってことでこれ残したんだよね。うん。で我が家はこの汚れんのが嫌なんだよね。そう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 。なんでペンドルトンのタオルケットっていうのかな、これを引いてます。でこの状態の時に使うテーブルがあります。これね。はい、これですね。じゃじゃん、ちっちゃいバージョン。これがサブテーブルです。こんな感じ。こっちの方が多いね。でもそうこれでもね朝ごはんとかもちょうどいいよね。そうそうそう、こんな感じでね。そう以前もねサブテーブル使ってたんだけど、ちょっとだけ長くしてもらったんでね。うん、この分ぐらいかな。そうそうそう、それだけでも全然違うよね。ね。で逆にこっちはドリンクホルダーをつけずに、まあ、フルに使えるようにして、で朝はねそっちのノーマルのドリンクホルダー使うみたいな、うん、そんな感じにしてます。だからさっきのね大きいタイプは使えなくなっちゃうんだけど、缶クーラーとかまあ使わないからね朝は。使わない。そうそう、だからそういうのもあってこれにしてます。大体このスタイルが多い。そうこれちなみにサブテーブル外すと結構広くて、こんな感じでここを外せばなんだけど180センチぐらいは多分長さがあって、うん、で私155なんだけど、まあこれがある状態でもこうやって寝れる。そうこれがないと、まあ、さらに上が開くからその分だけスペースがあって、だからママたちあれだよね、たまに下で寝るもんね最近。寝る。ただ幅がね小さい。そうそんなにねない多分シングルの布団ぐらいか。そうそう、だから一人で寝る分には全然いいけど、そう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 、うーちゃんがやると狭いよね。ちょっとここがねあるから、うん、ちょっとぶつかっちゃう部分もあるね。で背もたれついてるとこんな感じで。そう実際こういう使い方がうちは多い。テレビがあって、まあ、ちょっとこうやって見える感じ。うん。で大体パパはこっちの席座ってる。今このサブテーブルが置いてあるところに座ってる。うん。こっちはうーちゃんとママみたいな、そんな感じで使うことが一番多い。多いですね。リビング今さっき後ろ側ばっか紹介してたんですけど、まあ、こっちの手前側は椅子取るとエントランス入り口にここにも収納棚あって、まあ、うちはここ下駄箱。そうで上の段は今入ってないけど、まあ、うーちゃんとママなんだよね。そうそう、まあ別にね大きくない。パパの足大きいからねどうしても一つ分だけど、うちらはこうでここ高さあるんだよね意外と。そう意外と入る。そうなんか上に向けちゃえば全然入って、でこの下はなんか掃除用具充電用具が入ってるのね。このパンダの白いやつはこれエアチェックする袋、もうねキャンピングカーは車のタイヤのねエアをやっぱ気にする車なので、まあ、ちょっと普通の車よりもさらに気にすることが多いので、僕はですねエアモニとか使ってなくて自分でね実際測ってます。当ててちゃんと空気圧チェックして走行しております。なので常に使うのでここに入れております。はい、あとポタ電の充電器とかもよくそこに入れるよね。入れるね。そう長い旅の時とか余計にね。ケーブル系です。そうそうそうが入ってます。あ、そうでエントランスのドアはまあ普通の、まあ、よくあるドアになるのかな。ヨーロピアン系のドアで、内側にね、網戸がついてるんでね。そう網戸はね結構使い勝手いいよね。うちも結構使う。これも結構重要だと思うんでね。一酸化炭素チェッカー。これね
やっぱり室内でガスとか使うんで、これもねちゃんと使っております。一応使う前にねテストもしてて、一応動作確認してからセットしております。なので割とね電池切れるの早い。まあしょうがないそうね。だよく変える。だ常にもうチェッカー使った状態にしてるんで、電池の消耗は激しい。あ、そうでここの棚か、まあそのスペースじゃないスペースでテレビじゃないんだよね、モニター。そう、これモニターです。我が家テレビ見ません。そうなんです。家でもテレビ見ないんです基。本見ません。なのでモニターが、動画見たり YouTube 見たり HDMI のケーブルをつけてて、切り替えできるようにしてます。 Google のね Chromecast、 そうクラムキャストついてんだよね。そう Chromecast がついてるんで、そのまんまねネットで通信した状態の動画も見れたりします。はい。でモニター音ちっちゃいんで、そうこのスピ JBL ーカーが、ね、でこれね便利なのが Bluetooth で iPhone の、使うこともできて、だから普通のミュージックアプリを開いた時に使うスピーカーとしても使えるし、ここにつけとけば、これケーブルで今つないでるんですけど、このモニター用のスピーカーにもなる。音いいんだよね意外と。そうだからこれでね車の中全然一つで事足りちゃってて、で転がらないようにそいつらバリバリしてるんで、バリバリして置いとく。これ全然転がらないからいいよね。そうであとそのね時間ね、そう時計。時計、はい。前はでもそんな感じだよね。うん、あ、まあこうティッシュをそうだね、その辺もなんかバリバリで、バリバリ。基本はあれよね。開けない、ネジで開けない、そう穴開けない系です。穴開けない系でやってます。リビングはね総じてこんな感じで、3年2ヶ月使っております。はい。はい、で続いては収納ですね。はい、主にはね棚になるんですけど、棚の方をね紹介していこうかなと思っております。はい。じゃあまずこっちの棚からかな。オープン。はい、こんな感じですね。納車の時よりかやっぱり増えたよね。ごちゃごちゃしてるね。当時ね新車納車時もねこんな風に使ってますってやったんですけど、あれからね3年2ヶ月経つとこうなります。何が入ってるかっていうと、前とはそんなに変わらないんですけど、薬箱、ステッカー類とか、こっちはゴミ袋類が入ってて、これ上御朱印帳載ってるけど、下はリモコン、バッテリーとかね、この辺はよく使うものが手前にあって、奥は雑貨類だよね。あんま使わないけどみたいな、なんかマジックテープとかテープのこういうやつがまだ入ってたりとか、なんかそういうのが入ってて、でここに100均のそのラック、そうだね、ラックをつけてて、その上にまたドライヤーとかでね、これそうアイロンとドライヤーが入ってる感じになってますね。大きいんだけど仕切りがないから、こういうのを置かないとちょっとうまくはこう入れられない。本当はだからこれがね真ん中にね仕切りがパッて入ってるとねなお良かったんだけど、そうでもねその辺はちょっとあれだけどね。そうで3年2ヶ月の間にね、実は1個だけ進化して、この棚、何が進化したかっていうとこれなんですよ。ダンパー。はい。これね実は納車した時はこれダンパーなくて、普通にねバシャンバシャン閉まるやつ、でこれ一回ママが指挟んだんだよね。腕を挟んだんだよね、ここで。いや2、3回ぐらい。そうで腫れちゃって、そうでそれが原因っていうかあれで、なんかダンパーあった方がいいよねってなって、危ないもんね。そうで他のね車実はついてたりしてて、キャンカーでもでいろんなの参考にさせてもらって、これね僕がつけました。これは100ニュートンとかかな。なんかねこのダンパーのその力の強さがこの各ね扉によって微妙に違くて、これは50、100と50使い分けてるかな全部。ちょっとこう反発ありながらで、そうちょっと開けて離してもこんな感じで自動っていうか上に上がっていきます。だから少しねこう反動がしっかりあります。すごい便利だよ。これでもさ割とすぐつけたけど全然平気だよね。これはすごいね。これちなみに Amazon でね、3000円ぐらいだったかな。あと自分で取り付けしただけです。そうじゃあその続きで隣行きますか。はい。こっちはさっきのラック入れて、下にボディタオル、上はフェイスタオル類と、あと旅行く時ちょっとハンドタオルが置いてあるのと、あとこっちはコンタクトとか化粧品とか、その辺だね。日常的に使う
これねコンタクトは本当重要で、僕がね旅行ってから忘れたこととか何回かあって、メガネも入れてコンタクトも入れて、であとは衛生用品、下マスクとかね、まあ最近はもう使わなくなったけどね、そう衛生用品が入ってて、でその隣は、うちらは旅行くとよく温泉行くんで、旅先で持っていけるようにもうカゴにまとめて、シャンプーとか入ってるのと、あとこれね、これは私のなんだけど無印で買ったんだよね。そうでこれを、広げると、トラベルポーチか、中にこうやって、これかけれるようになってるんだよね、こうやってね、化粧水とかそういうものが入ってるんだよね。でこれママ用とパパ用があって、そう僕のやつはひげ剃りとか、あと化粧水、あとコンタクトがねその中に入ってる、それさえ忘れなければ一応大丈夫なようにはなってる。そうそう、これとこれを持っていくみたいな感じにしてるよね。お風呂はやっぱりね旅先絶対行くから、なるべくスマートにね出し入れができて、スマートにこう行けるように、そうそう、優先的にこの棚に入れてます。結構ねボーンの棚って、こっちがそうなんだけど、幅もあるし奥行きもあるし長さもあるんで割と入るよね。そう何でも入るよね。で棚がもう一個、はい、こっち側にね、こっちも同じようにダンパー式。あらちょっと待って、大変なことになってる。これねキャンピングカーあるあるで、だいたい棚の中のもの崩れます。いっぱい入ってます。そうこっちは主にまな板や、フライパンとか鍋系で、こっちは、さっきのラックに、下はザルとかボウル、上はお皿か、油と、そうね、この辺はラップとかだね、アルミホイルとかそういうのが入ってますね。上の棚はこんな感じですね。でキャンピングカーは収納が大事なんで、なるべく入れたいということで、我が家はここに電子レンジついてますけど、電子レンジも収納庫で、電子レンジの中にはコーヒー飲むから中にドリップとかがこう入ってる、こういう感じで旅先でね、いつも朝とか飲めるやつね。そうそうそう、これまとめたの。そうまとめたのと、ケトルがこの中にこうやって入ってますね。そうケトルも収納できるタイプの大きさに変えてます。でこれがこんな感じで、そのままそこでそう入れる。じゃあこれは収納庫でね、これも収納庫、うちにとっては。そう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 。で一回ねこの上部収納はここで終了で、ここからはですねキッチンスペースです。今ねママが立っているまさにここがキッチンになるんですけども、でこのキッチンねすごいシンプルで、ここ延長できます。これ大きいよね。大きい。だから結構ね広いんですよ。このスペースは割と重要だったよね、うちも買うときに。そう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 。横から見る本当にこんな感じで意外とね幅が取れます。調理スペースが広いで、ここにね手元のライトがついてるの、明るいのね。そうこれも標準でついてる照明だから、手元が明るくて見やすいっていうのも特徴的かな。でうちの車ここラックないんですよ、もともと。これは後付けでラックを買いました。どこにでもあるよね。ネットで検索したら全然出てくるよね。これ Amazon で3000円ぐらいかな。そうマグネットでこれ実はついてて、このね車体側にもマグネットつけて、本体側にもマグネットつけて留めてます。これ落ちたことないよね。ないね。でうちは上にね歯ブラシとかそうそうそう、置いて、あと歯磨き粉とか置いたりで、中段紙コップ、石鹸、そうそうそう、類だね。こういうね石鹸類結構重要だよね、手洗うから。そうそうそう。そうあと紙コップ、あとこのキッチンペーパーみたいなやつね。キッチンペーパー。はい、こんな感じでだからラックはね結構重宝しております。はい。シンクもうすごいシンプルだけど、これが伸びんだよね、ノズル。でここを開けて外に出してシャワーもなんかこう外遊びして、足汚くなったらみたいな感じで一応洗えるみたいな感じでついてるね。なんか海行った時に使ったことあるよね。そう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 、足洗うのにはいいよね、重宝してて。そうでこのシンクもうちは水バンバン使うから、そうもうずっとここで洗い物だよね。約20リットルタンクだね。でうちはこれフル活用です。はい。今度下収納。そうこんな感じで
はい。ここもまあまあパンパンです。パンパンです。高さがあるので、なんていうのに言うのかね。キャンプ用のケースを買ってきて、一応これごと全部出せるようにしてるんだよね。そう、出したことないなでも。そう。なんか使うかなと思って、その仕切り入れるよりかはこのキャンプ用のねこのケースに入れてキャンプするときはこれごと出すみたいなことを想定したんだけど、実際はただの仕切りになってる。はい。でこの中に、手前側が調味料でね。調味料ね、なんかこう買っちゃったりもいいけどね、あんまこの辺使うかってやったらそこまでなんだけど、こう調味料系、この辺はさっきのそうこれやったら多いんだよねうち。でもねマジシェラカップはスタッキングいいし何でも使えるからすごい便利だよね。そうだからシェラカップうちめっちゃ使う。そうでほらはかりついてるじゃんやっぱり、だからそういうのもすごいね使いやすいからいっぱいある。この中はなんかこうトングとなんかこういう炒めるやつとか、お箸とか、調理器具、そう調理器具が入ってたりします。この横はさっき言ったこのマグとかね、スプーンとかぐいのみが入ってたり、手前にはこういう生ゴミ入れたりするからそのゴミ袋が入ってたりします。このボーン買う時にうちらが一番決め手となった部分、こう座ってる中で言われた時にこうやってできる。この冷蔵庫65リッターかな、なんだけどなんか変更すれば大きいのにも変えられるんだよね。そうで大きいのに変えちゃうとここのスペースがないんだよね。そうその扉をなくしてその分だけ冷蔵庫が大きくなるっていうのはできるんだけど、うちはそれよりもここの方が重要だったんだよね。そうでね、冷蔵庫は65リッターで全然こと足りるんですよ、家族3人だし、その辺は全然ね。そうで実際ね冷蔵庫どんな感じかっていうと、一応照明がついてて、で上段がね冷凍スペース、これ意外といけるよね。氷いける。2キロぐらいのよくスーパーで売られてる氷も入るし、それプラスなんかアイス3個ぐらい入るかな。下段も、それなりに入るし、あとねこの強さもね4段階くらいで変えれる。あとここもねドリンク、これペットボトル入るね2リッター。そう3本分かな。あとこの上にもちょろっとしたスペース、ずっと入ってる耳だ。そう、こんな感じで使ってます。冷えはすごいね特段悪くなくすごいいいよね。どちらかしたら排熱とかも後ろなんで中が熱くなるってこともない。次その冷蔵庫の横のこの棚、開けます。で本来はここに給排水のタンクが20リッター20リッター、約ね入ってるんですけど、今もう食べ終わって帰ってきてからの状態なんで今は入ってないんだけど、それプラスタフマルジュニアだっけがそのまま入るんだよね。そうそのまま入るのと、これねちょっとした小物類、あと消火器スプレー、これ結構重要だよね。もちろん使うことがない方がいいんだけど、火の元がね使う以上は消火器スプレーをね入れております。はいぐらい。そうこれがねキッチンになってます。はい。で続きましてこのキッチンの後ろにあるこのスペースですね。これねいわゆるマルチルームと呼ばれてるやつなんですけども、うちね、3年使って、どんな風になったかっていうと、オープン3年使ってとりあえず今こんな感じになってます。でこれはカービィから使ってる突っ張り棒的なラック棚、になってて、でその上にトイレ用具、そうだね、そうが入ってるのと、この中はなんかねいろいろ入ってて、なんかペットいないんだけどペットのトイレシーツが入ってんのはなんかこう万が一ねトイレが満タンになった時にね使えるように、このトイレが使えなくなったらペットシーツっていう風にしてたんだけど、結局そんなシチュエーションはなくて、このカセットトイレが思った以上に入るんだよね。そう容量が意外とね、そう容量が入らなくてってことで実は今まで1回もないです。3年使ってて。であとはこのハンガーだよね。ハンガーは必須だよね。洋服かけたりなんなり、これもたまに洗濯する時とか水着乾かす時とかに使えるし、
でラダーは前視聴者さんに教えてもらったこのこれ100均で売ってたやつね。そうそう、ダイソーで売ってたやつ。なんていうの、なんだっけな、ほうきとかをこうそう引っ掛けるやつ。引っ掛けるやつがぴったりだったね。2個買ってくっつけて両面テープで貼ってるのと、トイレットペーパーホルダーも買って、これも両面テープで貼ってるので穴は開けてない本当に。でうちのトイレの特徴としては、このカセットトイレはもともとついてなくて後付けなんだよね。そう、つけてないんだけどそうどうなってるかっていうと、このね床、これすのこになってて、この手前のマットがついてるところと奥のすのこの部分でこれ2枚ので、このすのこの手前を外すことによってトイレがねそのまま手前側にスライドできます。で後ろからカセットトイレを引き出せるみたいな感じになってるので、ちょっとね普通のねカセットトイレ式のマルチルームと違います。これはこれでね何も困ることないからうちは使っております。いらなくなったらそう、ね、最悪ラップポンでじゃあ変えるかって言われたら変えれます、うちのは外せるんでこれなので、その辺のね応用は効くかなと思ってます。で一応ねこれね実はめくるとねこれシャワーパンになってます。別にそのままシャワーパンとして、温水ボイラーとかもつけれなくはなかったんだろうなって感じです。あと奥にね実は FF の吹き出し口がついてます。普段は閉めてるんですけど、何かねその乾燥させたいとかそういうのがある時だけ使うよね。そうでマルチルームはこんな感じ。広さとしては私が座ると大体こんな感じ。そうこんな感じです。そう上はあれだね、換気扇が一応ついててね、クションじゃなくて元々のここにね換気扇がついてて押すとこんな感じで動きます。今のところこの辺も壊れたことはないよね。ない。意外とうちの電化製品頑張ってます。一回ねちょっとここでマルチルーム終わって、で次ねちょっとね電気関係の方に行ってみたいと思います。続いてなんですけども、このね電気周りですね、こちらをね紹介していきます。この3年間でね特にね電気周り大きく変わったところはねそんなにはないです。トラブルもないです。ただ1点だけね、変更点がありまして、それがですね、容量がね399って書いてあって、400アンペアアワーのリチウムイオンバッテリーに乗せ替えたので、こちらがね仕様としては大きく変わっております。この1点だけかな。あとソーラーももともとこれディープサイクルの鉛バッテリーだったので入力電圧もかなり高い数字になってたんですけど、そちらもリチウムに変えたタイミングで、今ね設置しているリチウムイオンバッテリーの入力電圧値に変えております。こちらの変更はね東亜モータース持ってって、一緒にね確認しながら進めておりました。で容量増えたので、これからねエアコンの季節になるからその点はねもしかしたら、恩恵がね今までのね想像してたよりも大きいんじゃないかなと思っております。その辺はまだねちょっと使ってないんで何とも言えないです。あとねこれ照明ね、ここの照明、この照明、この辺はね標準装備です。同じように街灯もね照明がついております。あとインバーターね、これインバーター入れるとこれが赤くなります。FF ヒーター、この辺も特にトラブルないかな。 FF はね少しねやっぱね動作音がねかつてよりするようになりました。新車の時はねそんなにしなかったんだけどね、やっぱりこれね、3年も使ってますし、なんせうちね年間90泊ぐらいするんですよ。で3年で90泊って言ったら年間90泊だから3年間使ってると、270泊くらいしてるんですよ。なので、相当ベバストもね使ってます。だからその辺のねちょっとこう蓄積した疲労があるのかなと思っております。であとはね今ねこのインバーター入れたんですけど、こちらもね最初から入ってるアイテムで、家庭用エアコンですね。でこのエアコンは電源ここですね。でこれがインバーターにつながっております。で、エアコンはねうちはねクーラーとしてしか使いません。あとね設定温度も24度で風量1にしてます。これね結構重要なのはこの風量1にしとくとそんなに消費しないんで。で走行中は逆に CTEC のね充電でエアコン使用のね電力量を勝てるので、逆にこうねちょっとこう自動とかにしといて部屋の中ねこのリビングの中をしっかり冷やしといて、で止まったら1に切り替えるみたいな、そういった形でね使ったりしてます。あとはねここからねポタ電下につけてこう流しちゃって、でここにねポタ電を置いといてエアコンをねそのまま使うみたいな、直でねエアコン専用で使うポタ電みたいなね、
そんな感じで使ったりもしてます。はい、であと電気でいうと1個だけね、ここね電気照明変わっております。基本的に照明は全部ノーマルのまんまなんですけど、ここだけね改造してます。どう変えたかっていうと、もともとはですねこっちが本来の照明です。でこれ眩しいぐらいね明るくなるんですよ、この照明が。この横からねスリットで残光しか見えないんだけど、先ほどのねキッチンの照明みたいにめちゃくちゃ明るいです。でそれをちょっとあんまり使う機会がなくて使ってなかったんですけど、他の方でねこっちのねペラペラな照明つけてる方がいて、段重ねにしてね、で見て拝見してて、これいいじゃんと思って僕もつけました。これ DIY でつけてます。これね調光式です。長押しするとだんだん暗くなる。これが今一番暗いかな。でもう一回押すと消える。でこれもう一回つけるとどんどん明るくなるみたいな感じです。はい、でこっちのね間接照明最初からついてたやつです。この辺もね特にね色も変化してないかな。よくね色が変わるって言うんだけど、これねボンねもともとこの色なんですよ。で目立った玉切れもないかな。はい、なのでこの辺もね全然、3年間使ってて、不具合なしです。強いて言うならこの照明これね見えるかな。こんな感じでですね、実は右半分玉が切れてます。で左半分しかついてないです。ここだけなんですけど、これねチカチカするんですよ、切れる前が。今切れてるからねそんな気にならないんだけど、これだけはねカービィの時もね同じ場所で同じ照明がね同じ状態になりました。で一応これねスペア購入してあります。購入してあるんだけど、全部切れてないから、このままでいいかなと思って今はねそのままにしております。あと電気製品っていうとマックスファンで、このマックスファンもうちの一応リモコン式の電動のタイプなんですけど、こんな感じで自動で開いてね、自動で動くって。で止める時もねこれをポチってやると止まってしまうっていう電動ファンですね。あとはね先ほど紹介したこの電子レンジね、これもね、ボーンのインは標準だったので最初からついてるやつです。はい、ここにねコントロールパネルみたいなやつで、これね今のマックスファンのスイッチとか元電源ですね。あと流しライトで、これ各照明のスイッチ。今ごめんなさい、1個オフにしてるのはこれ水道ポンプね。今ねインバーター電源入れてるんでここがね光ってるんですけど、この光ってる状態だとコンセントが使うことができます。 1500W の出力まで使うことができます。ちなみにねコンセントについてはねこの助手席のね後ろにも実はついております。これ、ね、テレビとか使う時はねここから電源も取ってます。はい、ということでね次はですねこちらリアのベッドの方にね行きたいと思います。はい、でこのベッドもね照明がついてるんですけど、今ねこの下段のところとあと上段ですねがあって、今ねちょっと見えなくなってるんですけど、こちら実はですねママが作ったカーテンです。そうでこれがあれば要は後ろのねベッドのね、ところ、プライベートルームじゃないけどねこんな感じでできます。結構ねキャンピングカーによってはねこういうカーテンね標準でついてたりするんですけど、ボーンはなかったのでこれ作りました。で実際ねこれね使ってみてねちょっと不便だなと思ったのが階段がないんだよね。そう階段がなくて、そうだからね登るのが大変。そうなの。パパとかはそんなでもないんだけどママら届かないからね。届かないので、カービィの時はここ取ってたんだよね。そう真ん中取ってたから意外と行き来できたんだよね。そうでこっち登ってねあれやこれやってたんだけど、一回真ん中取ったらさ落ちちゃったんだよね。そう物がね、そっからこれつけてるね。で実際ねどうなってるかっていうと、まずね上の段がねこんな感じになってて、ここにですねいつもね洋服の衣装ケースが1個2個置きます。冬で長期になるとそれが3つになるね。そう3台になります。で3つ目入んないんでこっち側に置きます。でこっち側はお風呂のね道具とかですかね、ガス缶とかねこういうとこ入れてます。でガス缶もね基本的には使わない時ねキャンピングカー使わない時はもうそのまま下ろしちゃいます。であとこれ非常用のね、着替えとかね入ってます。はい、でこの奥に入ってるのがこの棚がねこんな感じで、ちょっと見づらいんですけど、カッパとかですねレインウェア、扇風機、レインウェア、あんまりそんなに普段使わないものそうたちが上の段にまず入っております。でこの下どうなってるかというと、でこっちがね下の段になってます。でここはね僕が寝てるメインベッドです。であとねここもねこんな感じで下段の収納があります。
これは落ちてくるやつだ。しょうがないよ、こんもり入ってるから。これ何が入ってるかっていうと非常食関係ですね。特に砂糖のご飯とか、あと奥にカップラーメンとか、砂糖のご飯とかカップラーメンですね。でただここね、割とねここに入っている砂糖のご飯とかカップラーメン実は食べるんですよ。なので賞味期限はちゃんと守れてると。意外とよく使うそういうものたちはこっちの下段に入っております。ここだったらすぐ取れるからね。でこのねリアベッド、まあ下にもねあるんですよ。この下にも仕掛けがあって、よいしょ、こんな感じで持ち上がります。はい、でちょっと薄暗いんだけど、あそこにね100均の照明ついてます。電池で動くやつ、ね、ほぼキャンプギア常に入ってます。あとね水とかね。はい、まあ、こんな感じです。はい、はい、で最後はね、バンクベッドです。そう、これカーテンついてるんだよね。そうバンクベッドはね。これ標準。バンクベッドを開けると、まあうちはバンクベッドにものすごく荷物を置くね。そう、今日は旅がないから荷物が少ない。少ない。はい。何が入ってんだろうこれ。はい、この中ですねいろいろ入ってて、あ、そうそう、プロジェクターとかね、あとはランタンとか、あとグラスが入ってる。そう、あとビニールね、ゴミに使うビニール袋、そうそう。あとグラスとか入ってるケースがそのまま入ってたりします。でこっち側はダウンとかだね、服とかお菓子、ダウン、あとはこういう袋とか、扇風機、そう、まあまあいろんなもん入ってます、はい、ここも。あと真ん中はこれウーチャンネルクッションね、販売しております。ほぼほぼ売れたことはない。で隣にはブルーティーの AC70 がポタテンとして入ってます。置いてあります。まあこれサイズ的にはちょうどいいよね。冬とかはすごいちょうどよかったよね。基本的にね何かしら積んでます、ポータブル電源で。今日ねとりあえずこれ持ってきたのは一番多いのがこの70系、このサイズが一番多いです、持ってくるのが。で夏になるとやっぱエアコンとか使うから大容量系ね、そう 2000W クラス持ってきます。ここには乗らないね。そうするとこっちになるね。そう、下に乗っける。さすがに重すぎて。2000はこっちで DJI のパワー線ぐらいかなまではこっち、という感じで使い分けます。基本的にはもうブルーティーか DJI かオールパワー、この3つしかうち基本的には使わない、であとは後ろにスクリーンがあるのか。そうそう、プロジェクターのこのスクリーン。そう、これねプロジェクターのスクリーン。これどうやって使うかっていうと、ここのねバリバリにくっつけていきます。はい、ここにくっつけて広げて、よくねプロジェクターね使ってるシーンあるかと思うんですけど、そこにつけて使っております。であとはね後ろ、これはもうベッドのね布団、それから敷布団。布団はね引かないとやっぱ体痛いです、セミシングルの短いやつ180センチの長さの布団を2つ買って、これ既製品だよね。そうで並べてる。それまあねちょっと今ね映像で出てるかと思うんですけど、毎回っていうか旅の初めの日だよね、だいたいバンクを作って、でそこで寝て、で翌日はそのちょっと布団をずらして荷物もう一回乗っけてスタートするみたいな。そうでここもね照明が2つ、窓も2つ、こんな感じで両サイドにね。でこの照明もさっきと同じようにこうやっていう読書灯がついてます。はい。でここね、バンクベッドのところには転落防止ネットが標準でついてました。今は使わないよね、もう使わないね。あと荷物が多かったら使うかもね、こちらのように。そう、そんな感じでねバンクベッドいろんな使い方しております。はい、内装はね以上になるので、続いて外装の方に行っていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっとねここからね外装の方に紹介したいなと思っております。はい、まずね今ママが立ってるところで一番目立つのがね、ホイールかな、やっぱりこれね、こちらですね、エムズホイールさんで加工していただいた純正をクロームメッキにしたホイールです、これね前もそうですし後ろもねこんな感じで、僕特に気に入ってるのはこの後ろですね。ここか、このリムっぽいところがすごいねビカビカで、個人的にはめちゃくちゃ気に入っております。これもつけたんだよね。そう、これキャップね、ただの。でもこれもねあるとねだいぶ見栄えがいいかなと思います。これも塗ってもらったんでしょ。そう、黒に塗ってもらった、目立たないように。エムズホイールさんねこの辺のカスタムもねやっております。メッキ化だけではないです、はい。
であとはオプションっていうのねあんまつけてなくて、オーニングかな、あとはこのねドアのねハンドル、これもメッキ。ここか。そうそう、これはね実はねカムロード乗ってる方から聞いて、意外とねこの黒い樹脂の部分がねカサカサになっちゃって、で確かになんかちょっとやつれたなと思ってたら、こういうのあるよって言われて買いました。これアマゾンとかで買ったからねそんな高くないと思います。3、4千円ぐらいで、このねウィンカー、そう今ママがね指さしてるこのウィンカーですね。こちらももともとはオレンジ色のやつなんですけども、クリアウィンカーにしてます。ただ中身はオレンジの玉なんですけども、ステルス級っていうねちょっとメッキっぽい色になってる玉を使っております。フロントはもうねちょっと今ね虫がいっぱいついてるけど、このメッキ同じようなカバーですね。樹脂の部分をカバーするやつですね。であとねヘッドライト、このヘッドライトも実は LED に変えております。丸くないってことやね。そう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 、バルブだけね変えております。これ車検対応品です。前回のね車検も僕ユーザー車検で通してるんですけども、これねしっかり光軸取れてて通っております。この上ソーラーついております。これソーラーはボーンね実は標準なんですけど、200ワットぐらいのソーラーついております。これ1枚あるだけでだいぶ違うよね。全然違う。あとは収納、ここのホイールの横の収納。はい、で実際ねここ今ねちょっと鍵開けたんですけど、こんな感じになってます。割と奥行きあります。で今ねこの雪のシーズンだったんで雪かきするやつとね雪のスプレーのやつと、あと、標準のジャッキが入ってますね。そうでも大体ねゴミとか入れちゃうよねここね。旅中はゴミを入れたりとか、缶のゴミとか、あと冬とかでストーブとか使う時はここに灯油入れたりとか、そういう感じで使っております。はい、でここねベッドのところですね。ここはこんな感じで鍵がちょっと違います。開けるとこんな感じ。もうね基本下はキャンプギア、ほぼ全部キャンプギア。室外機がここちょっと干渉するよ。室外機がねちょっとだけねこれ上がってるんですよ。はい、こんな感じでね本当はねもうちょっと下があるんですよ。なんだけどちょっとこう段になってて、この分室外機がねちょっと出っ張ってるというか。でも下にある分全部は取られないっていう。そう気にならないよね。だからこんな感じです。いろいろ入ってたわ。レベラー、それからコードリール、トラック用の布チェーン、よく使うものがねここに入ってたりして、中にしまうと嫌な外のものだね。そう、車に直接つけるものが多いかな。よいしょ。マルチね、うちトイレ積んでるけど本来はカセットトイレがあるとこのマルチそうないんだよね。本来ねカセットトイレがついてるとここにねトイレの引っ張るやつだけなの。そうちっちゃい窓がついてない。そうなんだけどこんな感じかな。でうちの場合はここにトイレが入って、で実際トイレを捨てる時は先ほどね紹介したスノコを外して、これを奥にザーってずらして外すみたいな、それなんかね違う動画でもね紹介してるんで、見てもらえると。だからここら辺はね可変的に使える。はい、こんぐらいです。ということで外装はこんな感じでした。はい、じゃあちょっと一回ね中の方に戻っていきたいと思います。はい、ということで、今回ですね、このねキャンピングカーボーンですね、僕らの、はい、納車から3年2ヶ月、そして走行距離6万7000キロ乗った後の車内です。なかなかね新車当時のね動画もね、紹介させてもらったんですけど、あの時は全部が綺麗。なんかさ、この3年2ヶ月の間でもさ、旅の仕方もやっぱちょっと変わってきたりもするじゃない？そうね、だから使い方もやっぱこう同じとはならないから、またその辺でもちょこちょここうね臨機応変に変えてってる部分もあったりもするし、そうだからそういうところが、前のね車カービィも入れたら、キャンカー7年ぐらい乗ってるんで、いろいろとやっぱ臨機応変と変わってきて、より良い形で使えるように、自分たちも、工夫したりとかしてたかなというところで、その、結果として、メリット、それからデメリットっていうのをね、ここから、お伝えしていこうかなと思っております。はい。デメリットからいこうかな。デメリットっていうか、ちょっとここかなって思うところはやっぱ何個かあって、一番は僕らのね車で言ったらボイラーだよね。
ボイラー。温水ボイラーを取り付けなかったっていうのが後々になって今大きく響いてる。温水ボイラーっていうかシャワー。そうシャワーをつけなかったからここがねちょっと今ネックになってて、やっぱどっかでキャンプ場行ったりだとか、イベントとかねいろいろやらせてもらってるんですけど、その中でシャワーとかね車の中でやっぱ入ってる人多くて実際で自分たちもそれができるといろいろ選択肢が増えるなっていうのはここ数年感じてて、そこがね今この現状からだとなんか難しいらしいんですよどうやら、後付けっていうのが。なので乗り換えはいきなりできないけどなんかそこがね本当起点になっちゃう可能性もあるかなっていうぐらい。そうね、最近のその旅の仕方でね、より欲しいなって思うよねボイラーが。そうだからそこがあるのがまず1点、これデメリットっていうか選択なんですけどね、僕らはそういう選択しなかったんで、それがあったらよかったかなと。あとはこれキャンピングカー総じて言えるけれども、やっぱりね場所ね行くところどころさ、置く場所困るっていうのはやっぱりあって、駐車場が入れないとか、あとちょっと道が細くて入れないとか、これキャブコンとかのね幅になっちゃうかもしれないんだけど、でもバンコも大きいからな今。やっぱその辺がねキャンピングカーのデメリットなのかなっていうのは旅中感じることもあります。とはいえ、そこまでねこれは大きな問題でもないし、割と分かっていた話なんで、ここまではよくある話なんかなと思うんですよ。であとねこれね僕らが乗ってるカムロードにね、起因するところかもしれないんだけど、割とエンジン音がするよね。するね。僕ら3リッターのディーゼルターボの肉でダブルタイヤなんですけど、いわゆる旧型です。1個前のカムロードです。でめっちゃ走りはパワフルだから、運転はね正直そんな苦じゃないんですけど、音は結構するよね、ガラガラガラみたいなっていうのと、あと棚とかね結構音するよね。きしみ音は、バンクベッドからの方が多いかもしれない、ね。バンクのきしみは多い。あとエアコン、カタカタ言うからね。家庭用だからね。そう家庭用エアコンね、そもそもそんな振動があるところにつける設計じゃないから固定だからね普通はね。そうただそういうもんだよねっていうのを僕らも7年もやってるんで、そんなにむちゃくちゃ気になるかって言われるとそうでもないけど、だその辺は多分初めて乗る人からするとギャップがあるのかなって。普通車から考えるとやっぱちょっと違うよね。だ僕らの中でまとめると、1個目まずキャンピングカー本体で言うとボイラーだよね。ボイラーつけなかった、シャワーつけなかったっていうのがちょっと心残り。うちは使いたかったんで。あとは、キャンピングカーの大きさっていうところで言うと、駐車場問題、これはやっぱりありますよと、事実として。高さ問題、幅問題。うち長さは 4.9 なんで、正直普通車サイズだからそんな気にならないんですけど、それがやっぱありますと、っていうのと、あと3点目ね、これ使ってみないとやっぱ分からないところで、そのきしみ音とか、あとはそのエンジンのねガラガラ、ディーゼル音だとか乗り心地、乗り心地のところはやっぱり普通車と比べたら全然そこはかなわないっていうか、そういったところかな。でそこはねもうちょっとキャブコンのねこのカムロード限定的になっちゃうんだけど、そういうねデメリットというかものを3年ぐらい乗って感じております。で一方でね、じゃあメリット、メリットのところで言うと、もうこれはですね数えきれないよね。数えきれないね。本当にもうどれを代表して言おうかなって迷うぐらいメリットは多いです。そうだね、キャンピングカー全体の話になっちゃうけど、やっぱ一番は自由な旅、自由な時間、もうこれが全てだなって。この自由ってじゃあ一体何かっていうと、わざわざ予約もねしない、旅館の予約もしなくていいし、家を出る直前までどこ行くか決めてない日なんて日常だよね。日常でどこに行くかっていうのはギリギリまで考えたりします。それぐらいキャンピングカーの旅って自由度が高い。ママ的には約7年乗ってて、子供が1歳の時から乗ってるから、子育てをするのにはすごくありがたかった。家族がいて、小さい子供がいればなおさらそういう、付加価値的なものが上がってきたよね。でその後ね、じゃあ細々ね何個か上げるかとすると、節約だとかね、結構ねホテル代とかねやっぱ旅すると高い、ハイシーズンの時はね余計にこう節約できるのか。その辺がだいぶねギュッて圧縮できるっていうのと、あと自炊ができるんだよね。僕は本当にねこれねあくまでも僕サラリーマンなんで、
休みの日しか出られないんですよ。でそんなにお金もたくさん持ってないので、しょうがないからもうやっぱ昼間は豪華に、ランチだったらねディナーよりか安いから。ディナーよりかは安い。そうだけどディナーっていうかご飯食べる時はなるべくね地産のものを使って美味しく安く済ませようみたいなことはやっぱやってる。そうだからそういう風にして工夫したりとかもしてる。そういうのを楽しめるのもこのキャンピングカーのメリットなのかなって。もちろんね防災とかねそういう面でもやっぱあった方がね安心があるとか、万が一の時なんてよく言うんですけど、そういう面でもねもちろん強いと。だからキャンピングカーを持ってからいっぱい旅行行くようになって、キャンピングカーを持ってからキャンプをやるようになって、そうだからそう考えるといろんなきっかけにもなったけど、やっぱそういうね自由なね旅スタイルっていうのが確立できたのがやっぱ最大の魅力であって、最大のメリットなのかなと。はい、であとね納車してからのトラブル、この3年間6万7,000キロ乗って起きたトラブルとしては、屋根がいろんなところにする。やっぱこれどうしてもね高さがあるんでしょうがないんですけど、特に端ね、両端の屋根はやっぱりなんかいろんな枝とかね、四角だからね、そう本当によくするし、見えないもんね。であとね横のサイドパネルもねよく枝引っ張るよね、ギーって、そういうのとかもねもう日常茶飯事ですね。なんか車が止まるとかそういうのはなかったよね。ないね。あと坂道でもの時はちょっと車体が重いからブレーキしすぎるとなんか熱だれするんだよねぐらいじゃない？一回だけねそのゴム臭かった時あるよね。臭かった。夏だよね。夏に九州かな地獄回りとかできるところ、暑いところの帰り、山を下るんですけど、あそこでねブレーキが熱くなっちゃって、で要は効かない状態ね、何検証するかちょっと忘れたけど、実際はねエンジンブレーキめっちゃ使って、でアクセル踏まないみたいな状態にして、で少しずつブレーキかける分には止まるんで、ただもうすごい匂いがねしたよね、ブレーキの匂いが。そういうなんかねキャンピングカーを使う上での基礎知識的なところ、もし需要があればね、また動画にしてもいいかなと思うけど、例えば節水ね、めっちゃ節水するとか、水とかね、じゃないと速攻なくなるみたいな、なんかそういうちょっとキャンピングカーの使い方マニュアルみたいなのもね、もし需要があればやろうかなと。はい、なので実際トラブルはちょこちょこしたものはあったけど、車が止まっちゃうとかレッカーで運ばれるとかパンクしたとかそういうことは今のところないです。6万7,000キロ乗ってないです。ただ整備関係、オイル交換とかそういうのはもうすごいきっちりやってます、もちろん。じゃあ一番最後ね、まとめとして、キャンピングカーね、総じてメリットもデメリットもトラブルも含めていかがでしょうかと。大満足です、我が家は。はい、だからこそ7年ぐらい乗ってるっていうのもある。正直ねやっぱね、僕ら乗ってた時ってそれこそ YouTube でも全然やってる人いなかったし、インスタもキャンピングカーをやってくれてる人いなかったから、買った後どうなんっていう本当に分かんなかったよね。分かんなかったね。そう、ただ言われてたのがキャンピングカーってなんか値落ちあんましないらしいよみたいな、らしいぐらいって言われてて、だから最悪売るみたいな、使わなかったら売っちゃうかみたいな、そんなノリで買ったのがきっかけです。当時はすごいね、自分たちが買える範囲でのね、そうギリギリだよもう本当に。あと維持費とかも分かんなかったからね、その辺をねあれしてやって、ね、だんだんこうバージョンアップはしてってるんだろうけど、でもやっぱこうね買ってよかったなとは思うな、いろんな人ともこう出会えたし、いろんなところにも行けたし、やっぱでも日本中をね旅するっていう経験をできたっていうのは、本当にものすごく大きい。しかもサラリーマンやりながらできたっていうのは、今はまだやってる最中なんだけど、そういうのとかって本当に選択肢としていや無理でしょって思うことができるっていうのは、これはやっぱお金に換えられない価値があるのかなっていうのをすごく感じております。なので我が家ね総じて約7年、この車は3年2ヶ月、前の車が3年9ヶ月乗ってますので、総じて言えるのはもうすごく大満足だった。なのでまだねちゃんと乗ってるし、もうなんならねちょっとこうまた乗り換えようかなとかバージョンアップしようかなみたいな欲もなくはないと。なんかボイラーだけ欲しい。ボイラーだけどうにかして、もボイラーってねなんかいい方法あればぜひコメント欄で教えてください。シャワーこんな風にすれば使えるよみたいな、ぜひ体験談とかもあったら教えてください。お願いします。お願いします。はい。なので、結果ですね、我が家としては全部ひっくるめてもキャンピングカーはすごく良かった、いいものですと。
いうのを今も感じております。はい、もちろん子どもの成長とかにもねつながってると思うし、そういう経験子どもにもさせてあげられてる、うーちゃんにもさせてあげられてる。で自分たちも楽しめる。やっぱね人生ね子どもだけじゃなくて自分たちも生きてるんで、自分たちもちゃんと楽しめるような環境をこのキャンピングカーやっぱ作ってくれてるのかなっていうのをすごく感じております。はい、はい、ということでね、今回ね我が家のキャンピングカー納車から3年後のオーナーズということで、ちょっとねいつものキャンピングカーオーナーズとは違う形でのお伝えの仕方になったかなと思います。ただですね、何かキャンピングカーねこれから買おうとしている方とかそういう方に参考になればいいかなと思っております。はい、はい、でまたですねキャンピングカー購入についてとかなんかそういうもうちょっとね込み入った話だね、込み入った話もし需要があればそれもやりますので、ぜひですねそちらもコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。ではまたね。バイバイ。